我が知見こそアマテラスよ。元就様、ご采配を。天下創生の御のり、我が毛利は足利義輝の災禍を仰ぐ。その旨、直ちに足利へ使者を立て伝えよ。将軍よりの災禍を。それは我らが足利に下るということでしょうか。そうだ。他国にもそう思わせるのだ。足利の意向は今なお絶大。背後にあらば我が毛利軍は官軍と同義よ。官軍相手とならば敵に迷いも生じよう。そこを突き一気呵成に国を切り取り天下を掌握せしめる。なるほど。さすがは元就様。見せかけとはいえしばし毛利は足利の駒となる。当面は公方が真を得るための戦だ。心せよ。足利は我を信用したか。いや、それはどうでもよい。毛利が足利の先兵として動く、その事実こそ要。元就様、ご采配を。この地に別動隊を残す。増票のみで部隊を編成せよ。そのうち一人に甲冑を着せ将と見せかける。しかしそれでは敵と遭遇してもまともに戦えぬのでは。それでよい。別動隊はただの捨て駒。主力など割かぬ。いざという時一国の足止めにさえなればよい。はっ、仰せのままに。我が道行きは順調そのもの。しかし果実見た夢がどうも気にかかる。厳島にて陰る日輪、地を埋め尽くすおびただしい数の我が毛利の兵たち。美しき厳島がまるで血の海であった。そしてそれが我が采配の結果だと我に語りかける謎の声。元就様、元就様、いかがなされましたか。元就様。何でもない。お顔の色が優れませぬ。お加減を悪くしたのでは。何でもないと言っている。我が采配に集中せよ。またか。あのような夢を見るとは何事か。我に迷いがあると。我が采配に迷いが。そのような打弱ありえぬ。あってはならぬ。我は日輪の申し子毛利元就ぞ。ボングどもとは課せられし責の重さが違うのだ。声は我に問うていた。我が導くは国か人かと。無論国。そのためには人の犠牲など物の数にあらず。人など所詮駒に過ぎぬ。国を導けばおのずと人も導かれる。それが真理。万能なる知よ、計りがみたる我を導け。分かったぞ。
あれはただの夢などではない。日輪が見せたもうた我が采配への未来への警告。日輪が未来を見せ我を導かんとしたのだ。元就様、ご采配を。元就様。つまりそれすなわち天の采配。これはなんとしたことを。元就様が笑っておられる。我天意を得たり。天下の趨勢も定まりつつある頃合いだ。こたびの戦をもって毛利は足利より離反する。ははー。別動隊に伝令せよ。その場にて我ら本隊の背後を守れと。は、しかしやはり別動隊をかの地に置いたは上策。敵対勢力をおびき寄せる格好の餌となろう。戦に犠牲はやむなし。だが我が知略を巡らさば最小の犠牲で最大の利を得るのだ。我が知の導く未来がいかなるものであろうと真理は変わらぬ。変えられぬ。そうであろう日輪よ。者ども聞け。これより天下分け目の合戦と相なる。我が策謀の成就はさらなる先にあり。そなたらは我が知略の駒。無策に走り無意に散るは金。我が知の命なくして命捨つることまかりならぬ。我の知略を信じ従い戦いそのうちに死するべし。毛利が秋が日の本を照らす日輪となるために。はっはは。我ら日輪の子らに加護ありや。いざ進軍。日輪よ、我は誓う。秋を日の本の中心とし地の断りをもって天下をすべん。民よ、我が無病なる采配に応えよ。元就様。日輪が我に見せたもうた幻か。元就様、ご采配を。この秋に毛利幕府を開く。あれはなんと砦が動いておりまする。たかが長宗我部のからくりだ。うろたえるな。足利の使者は我らにあれを献上せよとそう言ってきたのか。ふん、我の真を疑ったか。それとも久保の推挙か。
どちらにせよあれは毛利が接収する。行くぞ。はは。足利め、策を浪したつもりであろうが、将軍など所詮は形骸、ままごとよ。天かけよ。よう毛利、あんた足利の使いっ走りになったって？えらい出世じゃねえか。むやみに挑発するな元親。お前のそういうところがカラスなんだ。賊と同士が連勝策か。ボンお客さんだ。整備の当番以外は出てこいや。了解っす。海賊要塞百鬼不学へようこそ。さすがの鉄面皮もこいつにはたまげたか。確かに有用ではあろうが、用いる者も貴様だ。すでにおがくず同然だ。あんた密航かい。それなりの人の調べだ。何を見ている。これしきのことを我にさせる。人生なんざあっけないもんだ。そう思われて何日続きで来ましたかんだ。お客様は歓迎よ。契約外だがまずは我らが出迎えるとする。おい、それと契約金上乗せの対策じゃあんまいよな。貴様に興味はない。悪いです。真っ向勝負するよほら。俺はまとお願いします。これ以上俺の運で気に合わなくね。誰一人として逃すため我が策を目にした者鬼を挑発するからいい度胸だぜあんた。全てはお隣様のご大会通り。超速だって大船に乗り込みたいやつやってきな。今やるぞ。くらいクラスラやそうなんだね兄貴。めぐいな。あとは海に巻いてやるからよ。やめたんじおっきりもちちいこだ。いったおっと、こいつはさやかが専門かな。確かに我らの火力だが使いこなせなければ意味はない。お隣様のご采配なくし俺たち毛利の勝利はないぜ。今やくれときてございます。いいぞ。見てます生き方はこういうものだ。兄貴は世界の果てに興味ねえのかな。我らの未来は我らが選ぶ。あまたの戦場を切り開く。それが災禍の生き様だ。用心しろよさやか。その名を呼んだな。契約通り報酬は倍だ。なし今のなし。公方が所望によりこの岩物を召し上げる。早々に明け渡せ。面中腹配か。くちばしが覗いているぞ。お前の知恵の誇りは認めよう。だが知略におごった生き様は我らのそれを愚弄する。本当に足利を利用できるとでも。策に溺れる者らしい。まさに机上の空論だ。大義も名分もない傭兵ごときが口を慎め。大丈夫かさやか。報酬は10倍だカラス。潮時ってもんがあるがまだそれじゃねえ。そうよ。まだ見ぬ酒とお宝が待っている。あんた鬼にちょっかい出しといてただで済むとは思っちゃいねえよな。長宗我部軍のこいつを忘れてもらっちゃ困るぜ。あれ
こんなとこにネジが1個落ちてるぞ。大丈夫かな。おがくずだけかと思えば木図も用意していたか。ほざいてな。改良に改良を重ねた暁丸の真の力、とくと見やがれ。やってくれたじゃねえかい。いいぜ、こいつを見て漏らしちまっても知らねえぞ。あっきやっしん。こいつがうちの技術と最古の火力を結集させた最終兵器、その名も百鬼丸よ。貴様には過ぎたる兵器を我が打破してくれる。なんのびくともしねえぜ。バカな、百鬼丸がここまで押されるだなんて。射撃誤差修正。兄貴、準備が整いやした。四国中の力。白黒つけようじゃねえか。おれつけるまでもないわ。ほら待たせたな。こっからが本番よ。木図と共に消えればよかったもの。そういやあんた、さやかにとどめを刺してはいねえみてえだな。災禍にはまだ利用価値があると判断した。それまでのことよ。少しは変わったのかと思ってみれば死ぬまでその調子かよ。あんた今は曲がりなりにも将軍の子分なんだろ。あの器のでかさちった見習えってんだ。貴様は怖い。ガシッと一緒に頑張りましょう。こいつは最高傑作だ。大事に使えよ。なぜ俺はこんなにも無敵。またもあの夢か。間違いない。これは日輪が示したもう奇跡。我が信仰に日輪が応えたのだ。しかしなぜあのような惨状を見る。あれが未来の秋の姿だというのか。いいな、断じていいな。我が采配の導く未来があのようなものであってなるか。考え事の邪魔をしてすみません。あなた毛利さんに間違いありませんね。なんだ貴様は。僕義輝様の紹介を受けましてあなたを取り調べに来ました。羽ばたけよ。己の愚行を恥じていいね。おやっさんわかるんですね。この人が一番怪しいってことを。すみません、少しお話を伺ってもよろしいでしょうか。
ズバリお聞きします。あなたハル様を誘拐して厳島の大鳥居を掃除させちゃってますね。黙秘ですか。どうやら語るに落ちましたね。あ、いや語ってないですけど。あれ、貴様紹介されてきたと言ったな。今の話を久保から聞いたと。おっと、情報提供者は明かせません。守秘義務っす。戦国探偵の常識っすよね、おやっさん。我が策謀を巡らせると見越した上で、久保は我を相手に戯れている。とにかく下手人はあなたです、毛利元就。もしもしもしもーし、おやっさん、こうなったら証拠を固めて出直しましょう。申し訳ございません、元就様。まさか子供と鹿が侵入していたとは。もう良いわ。それよりも貴様、兵をまとめ即刻動け。別動隊と合流し隊を率いて駆け戻るのだ。もはや陽動など無用の策。急げ、長くは待たぬ。時は満ちた。今この時をもって足利より離反する。天下を創生するは我ら毛利軍なり。ははこれも日輪の導きか、それとも我が知のひらめきか。もはやどちらでも構わない。我には倒すべき敵がいる。浜かけよ。いささか意外だぞ。その方がこうも真正面から攻めてこようとは。貴様は力でねじ伏せるしかない。我の知がそう判断したまでのこと。世が望むは人々がたぎろう熱き時代。すべてのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創世の時。なるほど、面白い。無策も策のうちというわけだな、友よ。ほざけ。友よ、世にはわかるぞ。その方もまた己が描く先を欲してあがいているな。貴様、全てを見通し神にでもなったつもりか。図星であったか、友よ。ならばこの後に及んで隠し立ての必要もあるまい。存念を申してみよう。その通りだ。貴様の言う通りよ。我の未来を変えるために来た。日輪が見せたもうた我が破滅の未来。我の手で我の力で作り変えるのだ。おお、それもまさしく創世と言えよ。
さあ時代を開け、火の友よ。貴様に言われるまでもない。うろたえるでない。世に日輪は二ついらぬ。天が我をただ一つの日輪と認めたのだ。天へ貸しを作るのも悪くはなかろう。宇城を攻めようか。なぜ足利はこの城を欲しがるのだ。さしたる要衝とも思えん。よもや我らへの嫌がらせでは。足利の使者はどうした？は、知らせをもたらした後、その足で立っております。足利の使者も書状も我自ら見聞し、偽物ではないと判断した。だがなんだこの違和感は。引き返すべきでございましょうか。使者も書状も本物である以上、公方が命も本物。足利に毛利の従順を疑わせてはならぬ。今はな。アバかけよ。君、もしかして僕のナビを狙ってるんだね。嫌だ、ナビは誰にも渡さないよ。さあ金吾さん、客人が見えられたようです。知らせのあった通りですね。我らが攻めを予期していたと。我は計られたのか。逃げようって言ったのに。おっといけない、所用を思い出しました。では金吾さん、客人の相手は任せましたよ。あ、天海様行ってらっしゃい。嘘。嘘ですとも。金吾、今一度服従を誓い、我の目を見て誓い。僕の料理の腕、帝がお認めになったんだよ。だからならば我の策の中で足利のために動くのだ。いいか、貴様の立場など変わらぬ。答えな。なぜ我が右上攻めを予期していた？足利と共に我をかばかったのか。足利、そういえばあなたは足利に命じられてのこのこやってきたんでしたこれしきのこと読み違いでも誤算でもない。寺に咲く花のようにつつましくお生きなさい。お隣様の知略こそ
我らが崇め奉る日輪そのものよ。障害になれるとは思わぬ。思わぬがなってみせよう。あなたの死がもたらしたのです。熱き考えよ、私たちに気をつけましょうか、キングさん。ご安心を。毛利軍が来ることを知らせたのは足利港ではありません。では何者だ、答えよ。それは金吾さんにでも聞いてください。簡単に喋りますよ。ならば貴様に用はない。消えろ。我の手を煩わせる。それが策か。さあ、たとえ死んでも立派なことですよ。かしこまり候。あなたを愛したい。あなたを慈しみたい。さあ、その心をさらけ出し、私と共に微笑み合いましょう。一応私からも情報を差し上げます。ただし私を楽しませてくれればですね。我を相手に戯れるか、愚物め。いいでしょう。敵の敵は味方とだけ答えておきましょう。敵の敵だと。おっと、ここまでですが、もう一つだけ。あなたたちはたまたま利用されただけです。さあ、金吾さん、出番ですよ。敵対象を撃つまで。そうだね。今日の鍋気分はよし、あれでいくよ。天海様、またまたいつもみたいに僕をからかってるだけですよ。次は俺の番か。怖くねえぞ。貴様は怖い。ガシッと一緒に頑張りましょう。彼を冷えさせる采配か。貴様に聞くことも。一撃必殺、まさに効果は抜群ですな。これほどまでとは。無の境地にさえ至れば。僕には天海様という強い味方が。あれ、ごめんだ。
答える。我をたばかった者は誰だ。やだよ、言うもんか。僕は天海様と約束したんだ。貴様ごときが相席で我に逆らうとはな。たかが駒一つにそこまで己を粗末にするか。うるさい。天海様を帰ってくれるまで何にも教えるもんか。情に流された人間、なんと醜きこと、なんという愚かさか。500撃破。英国よりやや早けれど誤差許容範囲なり。日輪よ、元就様に力を与えたまえ。俺たちが弱い者いじめしてるみたいに見えるんだよな。予期していたより早く済む。これぞ天海様、僕頑張ったよね。貴様、死ぬ前に我が問いに答えよ。おのめキンゴめ。バカな。厳島が落ちた。守備隊は外へおびき出され、待ち伏せに遭いほぼ壊滅状態。なぜだ。何があっても動くなと守備隊には厳命したものを。なぜ我が命に逆らった。それが生き残った守備隊の者によれば、元就様が右城にて敗れ囚われたと知らせを受け出撃を。そのような流言にたやすく乗せられたというのか。相手は竹中半兵衛。極めて高知な策を用いたものと。理由にならぬ。理にかなわぬ。我は動くなと命じた。駒が騎士の地に逆らい動く道理はない。浜かけよ。おやおや、半兵衛さんよ。どうやらお前さんの策は不発だったみたいだな。おい黒田、半兵衛さんになんて口聞いてんだ。バラしますよねえ。そうだね、君の言う通りだ勘兵衛君。これじゃ何の意味もない。感謝。いで、来る。やめろ。小生をチクチクするな。せんだよアホか。てめえのせいだ。クイズやっち己凡俗。下劣なる策にて我が厳島を汚せし罪、血でもってあがない。これでは猛禽をいたずらに怒らせただけ。僕の旗入れは完全に失敗だね。まだ沈んじゃいないさ。ひるまず戦うんだ。はい。
とにかく毛利本体を右城の小早川軍と共に攻撃する僕の策は失敗した。こうなると血のりのない小生らが不利だ。まったくとことんついてないな半兵衛さんよ。疫病神はお前だろうが。半兵衛さんのせいにしてんじゃねえぞ。噂では妖術を用いて好きな場所に転移できるとか。この状況を打破する策を講ずれば、それがしも。君は官兵衛君との二兵がお似合いだよ。そんな半兵衛さん。お主は今までわしが相対した誰よりも強い。少し手を変えようか。さてどう反応してくれるかな。あの二人の相性がここまで悪いとはね。いや、お互い意地を張っているだけかな。元就様は元来誰よりもなんでもない。増票でも良いではないか。我らこそ至高の増票よ。不安と騒ぎがあるならば我らこそが無数の指よ。あと数箇所ほど陣を築いておくべきでしたな。さあ君たちさあ俺様に恥かかせて楽しい？卑下などするな。そなたもまた一番星よ。富国強兵、我らこそがこの日の本の礎なのだ。簡単に破られる防御ではなかった。それは確かよくそうも戦う気になれるもんだ。お前さんも小生に負けず前向きだよ。逃げろ。あのからくり突っ込んでくるぞ。くっそー、やってられるか。なぜじゃやってられん。あ？どうだまた昔みたいに。誰がアホか。あの男は僕の厳島攻めを口外しなかったようだね。織田と豊臣が組み西の地を蹂躙する腹か。いな貴様と明智の独断か。貴様の厳島攻めを知れば我はすぐさま右城を立つ。その我の背後を明智が操る金吾の軍が攻めるか。安野、ここからが真骨頂にござる。守るも攻めるもまあれだ。軍神に曰く重欲豪を制すだ。上略くらい知っとけバーカ。日曜よ。
悪いね、急いでいるんだ。早く済ませよう。僕がこうして夢を見ていられるうちに。いやあ、感心感心。さすがのお前さんも自分ちを取られると怒るんだな。黙れ本人、薄汚い口を開くな。答えよ。不浄攻めを命じた足利の使者、あれも貴様の策か。その通りと言いたいところだけど、あれは正真正銘本物さ。利用はしたけどね。足利の壁や天井にも豊臣の耳や目がある。僕と大谷君の得意分野だ。つまり不浄攻めの命は我の元に届く前に貴様に知れていた。そういうことだけど、今思えばその情報は誰かが故意に漏らした。まあ無理もないか。あれほどお前さんを慕っていた兵をやられちまったんだもんな。愚かよ。情に熱いいい部下じゃないか。結局泥戦かよ。絶対アホガンのせいだろこれ。ああ、なんだお前、アホガンじゃなくて俺様を狩ろうってのか。全員まとめてムカつくぜ。穴蔵でじっとしていればこんなことには。いや違う、それは違うぞ。秀吉、足利には気をつけた。これぐらい打ちのめされた方が小生らしいがな。毛利の兵たちに同情するよ。元就様、厳島奪還お見事ですが、我らはもはやこれまで。秋の未来をどうか。この光景、あの日見た夢と同じ。あれは我が未来の真実の姿であったか。こいつは騒がしいと思って来てみりゃ予想以上の惨状だぜ。一体何があった。そうか、これらは全て日輪のおぼし飯か。貴様が今我の眼前に立っているも全てが。おい毛利、あんた。これは全て日輪が保うた試練なのだ。ならば昇蘭あれ、我が信念の揺るぎなきを。羽ばたけよ。白黒つけようじゃねえか毛利。つけるまでもないわ。こんな状態だ。見逃してやろうかとも思ったが、あんたがやる気ならこっちも遠慮はしねえぜ。我を見逃す。それは情か。我に情をかけるということか。そ
このざまを見りゃ同情もしたくなるってもんだ。いくら相手があんたでもな。我に情やはり貴様が現れたわ。日輪の導きに相違なし。の鬼を食われちまいな。我が敵は人の情そのもの。それを日輪はしかと示したもうた。情が敵ときたか。だったら確かに俺とあんたは不倶戴天の敵だろうぜ。間違いなくな。そんじゃここらできっちり決着つけてよ。あんたとの腐れた因縁終わりにしようや。情に溺れる鬼など角高いも甚だしいわ。非常の強さってやつは俺にもわかる。だがな、あんたのは行き過ぎなんだよ。まかり間違い貴様が勝てば情の強きを認めてやる。我自身の死をもってな。おらおらおらせや。しゃらくせ愚かな上やろ。無様よ。これが人の情の重さよ。沈め情という怒りとともに。